こんにちは。東京にある銭湯小杉湯の番頭兼イラストレーターの矢穂奈美と言います。銭湯の番頭と言われるとなかなかイメージしにくいかもなんですけれども、小杉湯っていう、銭湯に関する、いろんなこと、例えば特に私は PR をやったりとか、あとポスターを書いたり、ポップを書いたりっていうようなことをしながら、自分は、イラストレーターとして活動しています。今どうして銭湯で働いているかということなんですけれども、私はもともと設計事務所で働いていまして、でそこで建築家になろうと思ってずっと設計の勉強と、実際に設計を自分にもやりながら働いていたんですけれども、ちょうど働き始めて1年半の時に体調を思いっきり崩してしまいまして、でその時に、ちょっとうつのような状態になってしまいまして、心身ともに疲れ切っていました。そんな時に家で毎日うつうつと過ごしていく時に大学時代の先輩がちょうど今銭湯にハマっているということで銭湯に連れ出してくれて、でその時には本当に久々に銭湯に入ったんですけれども、その時昼に行ったんですけれども、日の光がすごくさーっと入ってきて、その場所自体がとても気持ちよかったのと、あと何よりそこで同じお風呂に入りながら初めて会ったおばあさんと今日寒いわねというような会話をしていたのがすごく癒されて、やっぱりその当時って同世代と話すのがちょっと怖かったんですね。でもそういう知らない人と年の離れた人と話すことがすごく私にとっては大事なことで、あと銭湯のそのお湯の雰囲気とか銭湯自体の建物の雰囲気にも癒されて体調がすごく良くなったんです。それから銭湯のことがすごく好きになっていろんな銭湯を巡るようになりました。いろんな銭湯を巡る中で、もっと銭湯のことを知りたい、そして銭湯の面白さをいろんな人に伝えたいと思う中で、私がちょうど設計をずっとやっていたので、その技術を生かして銭湯の魅力を伝えられないかと思って書き始めたのが銭湯使いです。銭湯使いを、最初に書き始めたのは本当に気まぐれだったんですけれども、それを SNS に上げるようになってからいろんな人がいいねとかコメントをしてくれたり、あと連絡をしてくれたりするようになって何枚も何枚も書くようになりました。それを、見かけてくれたのが今私が働いている小杉湯の3代目にあたる平松さんでした。最初はうちのパンフレット書いてよというふうに声をかけてくれたんですけれども、そうやって話をしていくうちに意気投合をして、またその時に私も銭湯のことをもっと知りたいと思っていたので、パンフレットを書くだけではなくて小杉湯にいろいろ関わるようになりました。そのタイミングで一度体調が良くなったので、一度設計事務所に戻ったんですけれども、それでもちょっと体調がついていかないということがあったのと、やっぱり銭湯という場所に惹かれたということ、また銭湯のことを絵でどんどん伝えていくということに楽しみを感じていたので、そういったことも小杉湯の3代目の平松さんに相談したところ、じゃあうちで働けばいいじゃないと声をかけてくださり、そういう未来もいいなと思って、勇気を振り絞って、小杉湯に転職しました。小杉湯に転職してからは最初は番台に座ったり、あとはこの場所のお風呂ですね、お風呂の準備をしたりということをしながらいろいろとやってきまして、で今ここで働き始めて4年なんですけれども、今はちょっとマネージャーのような立場で小杉湯全体のこと、運営のことなどを見ながら、また銭湯使いという本も出したりとかして、より一層自分が絵を描くこと、また小杉湯の運営を通して銭湯の魅力をより伝えられたらいいなと思っています。銭湯はですね、今斜陽産業とも言われていまして、年々数を減らしていきまして、東京の銭湯の数も去年までは500件あったんですけれども、いよいよ今年に入って500件を切るようになってしまいまして、来年再来年とどんどん数は減っていくんじゃないかなと思っています。それというのも日本でそもそも銭湯が普及した時代っていうのは家にお風呂がなかったんですね。それが家風呂が出てくるようになってそうやって体を清潔にするための役割としては今はなかなか難しい状況になってきた。だからこそ、そういった斜陽産業というふうになっていって数も減らしていったという経緯はあるんですけれども、ただ今私がいるこの小杉湯はですね、今若い人がすごく増えているんです。でその若い方々は皆さん家に風呂があるとは思うんですけれども、皆さん違った用途のために遊びに来ているんですね。それは例えば
仲のいい友達とより深い話をするために。なので、お酒を飲む代わりに銭湯に入るっていう方もいます。また、一日中ずっとパソコンに向き合っているエンジニアの方が、銭湯の中だと携帯を使えないから、この場所でデジタルデトックスをするために来るという方。また、このお風呂にですね、ゆっくり入ってスキンケアをする方という方もいらっしゃっていて、今ですね、この小杉湯という場所自体がすでに銭湯っていう、体を清潔にする場所ではなく、それ以外のいろんな価値が作られているところだなと思っています。そういったことを意識して私も小杉湯の場所づくりはしているんですけれども、きっとこれは小杉湯に限らずいろんな銭湯で、いろんな人たちがそういう場所、そういう価値を求めて来ているようになっているんじゃないかなと思っています。ですが、そういった状況はあるんですけれども、今担っている方たち、銭湯になっている方たちが、ご高齢であるだとか、あと設備がもう老朽化しているということで、廃業されている方はどんどん増えているという状況です。なので、こういった、状況に対して、私が一クリエイターとしてできることは、銭湯がより、いろんな人に銭湯の魅力を届けること、また銭湯が今これだけ盛り上がっているんだということを経営者の方に伝えて、その人たちがうちの銭湯ももっと頑張ろうというようなそういう元気を与えられたらいいなというふうに思っています。今回のこの展示では、銭湯使いの作品から8作品展示させていただいています。この作品はすべて2019年2月に発売をした書籍銭湯使いに、掲載されている絵の原画になります。主に私が働いている小杉湯ですとか、日本の千葉県にあるクアパレスという銭湯だとか、東京の北千住にある大黒湯ですとか、特に日本の銭湯文化をより代表しているような銭湯、その中でもよりすぐり8件の絵を展示させていただいています。どれも、銭湯が、開店する1時間半ほど前に伺って、一つ一つ実際に測量をして、で、それのデータをもとに絵を描き上げました。またその時には写真もいっぱい撮って、できるだけその銭湯の雰囲気っていうのを再現できるようにいつも、気をつけています。そういった銭湯の実際の気持ちよさだとか、あと私がその時に体験した銭湯の魅力を、こだわって凝縮させたような絵です。どうかその絵を見ながら、銭湯ってこういう場所なんだ。この場所ではこういうことができるんだ。この人はどうしてこんな気持ちが良さそうな顔しているんだ。そんなことをイメージしながらご覧いただけますと幸いです。今ちょうどコロナということで、このようにビデオメッセージの方を送らせていただいているので、こういったことがいろいろ落ち着きましたら、ぜひ日本に遊びに来ていただいて、日本のお風呂、そして銭湯ですね、その空間を楽しんでいただけるととても嬉しいです。